神への修練この時点で、科学者としての資格を維持するためだけであれば、止めた方がいいかもしれない。結局のところ、現状に不満を持つ生物学者はいないのだから。100年以上もの間、生物学者は地球が生命の起源と進化に十分な環境を提供していると信じてきたのだから、銀河スケールでは地球の環境多様性の10の11乗倍、宇宙スケールでは10の20乗倍という図 4.1 の図式に不満を持つことはできないだろう。しかし、正しい科学的見通しを維持しようとするならば、第2章で算出された数字は、ある段階で直視しなければならない。そこで我々は、アミノ酸をランダムにシャッフルしても、酵素が生成される可能性は10の4万乗分の1にも満たないことを示した。最初の生命における最初の酵素は、ポリペプチドの長さがもっと短く、より複雑になり、最終的に現在の形になったと主張することで、この難題を回避しようとするのが普通である。このような手のひらを返したような議論には、2000種類ほどの酵素は、もっと少ない数の基本的な構成要素から作られ、それぞれの構成要素は単純な構造をしている、と主張しようとする以上の意味はない。そうであるかどうかは、酵素自体の実際のアミノ酸配列を参照することで判断できる。構造の繰り返しはいくつかあるが、第2章でトリプシンとキモトリプシンが例として挙げられている。もしこのような驚くべき指摘が真実であれば、とっくに発見されているはずだと考えてよいだろう。その上、同じ問題はヒストンのような他の複雑な生体物質にも広く当てはまる。細胞の挙動を制御するプログラムの必要性を考えると、問題はさらに深刻になる。ベーシックやフォートランのような提供された言語ではなく、普通のコンピューター用に洗練されたプログラムを実際に組んだことのある人なら誰でも、サブルーチンを書くのが最も大変な作業であることに同意してくれるだろう。難しいのはメインプログラムのロジックである。生物学の場合、酵素やヒストンなどはサブルーチンに過ぎない。メインプログラムは依然として残っており、ランダムなプロセスによって発見される可能性は、我々の確率推定が根拠としている複雑な生体物質よりもはるかに低く、10の4万乗分の1以下である。すべての酵素のアミノ酸配列を示す地図帳があれば、人間の生化学者はそれを完全に正確に構築することができる。また、その地図帳はブリタニカである必要もない。実際、ブリタニカ百科事典の範囲内で、人細胞内の DNA の構造的、機能的配列をすべて特定することができ、十分な努力をすれば、細胞が必要とする複雑な生化学物質をすべて構築することができる。また、細胞のプログラムがわかれば、それを物質的に表現することもできるだろう。要するに、私たちがその方法を知っていれば、機能する細胞を作ることは、人間の能力を大きく超えているわけではないのだ。正しい確率が10の4万乗分の1より大きい理論は、ランダムシャッフルより優れていると判断されなければならない。生命は知性によって組み立てられたという説は、前の章で述べた多くの不思議な事実を正しく説明できる確率が、10の4万乗分の1よりもはるかに高いと我々は信じている。実際、このような理論はあまりにも自明であり、なぜ自明であるとして広く認められていないのか不思議に思うほどである。その理由は、科学的というよりもむしろ心理学的なものである。この種のことは、神が個々の生命体を創造したという特別創造説が暗示していた。
生物学者たちが特別創造説の原型が要求していたように、個々の生命体が互いに完全に分離しているのではなく、いくつかの生命体の間に進化的なつながりが存在することを明確に理解し始めると、衝動は正反対の極端に傾いた。特殊創造説のすべてが誤りであると考えられ、科学者たちの間に特殊創造説に対する一般的な反発が起こった。事実上、細部が間違っているとみなされたため、生命は知性によって創造されたという基本的な考え方も否定された。そのため、自然の無機的なプロセスに頼らざるを得なかった。何とかして適切な化学物質が集まって有機スープができ、何とかして化学物質がシャッフルされて初期の原始的な生命体になった。それ以来、すべては単純明快で、ランダムに生成する突然変異に作用する自然淘汰が残りを行うことになるように見えた。しかし、19世紀半ばにはすでに、この化学物質シャッフルの主張が弱いことが分かっていた。チャールズ・ダーウィンはこう書いている。もし、そしてもし、ある暖かい小さな地で、アンモニアとリン酸塩がいろいろと存在し、タンパク質化合物が化学的に形成され、さらに複雑な変化を遂げる準備ができたとしたら、その難しさは認められていたが、19世紀には、どの程度の大きさの if 10の4万乗分の1が必要なのかは理解されていなかった。今世紀に入ってこの過程がいかに大きなものであるかが徐々に明らかになるにつれて、疑似科学の発明によってこの難題を回避しようとする試みがなされた。この疑似科学は、熱力学の第二法則に端を発している。熱力学の第二法則は、通常の意味での数学的な物理法則ではなく、マクスウェルの電磁気学方程式やアインシュタインの重力の方程式とは異なり、空間の個々の点、閉じた箱で物理量を関連づけ、その体積の中で時間の延長の間に何が起こるかに言及するものである。熱力学は経験科学であり、熱力学の法則、複雑な物質系がどのように振る舞うかが観察される。ある大まかな特徴を表している。第二法則を表現する一つの方法は、エントロピーと呼ばれる特定の量は決して減少しないということである。多くの科学者にとっての問題は、なぜエントロピーが減少しないのかを物理学の法則、マクスウェルやアインシュタインの法則などの観点から説明することであった。おそらく、この問題に対する最も鋭い分析は、1909年にドイツの数学者 C. カラテオドリーが言ったものだろう。しかし、彼の仕事は望ましい結果に達しなかったため、一般的には称賛されなかった。カラテオドリーが証明したのは、エントロピーは決して減らないか、あるいは決して増えないかのどちらかであったが、彼はどちらとも言えなかった。観測された状況と一致させるためには、やはり恣意的な選択をする必要があった。今となっては、どこに問題があったのかは理解できる。宇宙から隔離された閉じた箱など存在しないのだ。例えば、箱の中に高温の気体があるとすると、1909年に想定されていたように、気体の熱エネルギーを封じ込めることは不可能である。なぜなら、箱の壁に断熱できる完全な断熱材など存在しないからだ。したがって、外の宇宙からの流入がない限り、中のガスは熱エネルギーを失うことになる。つまり、カラテオドリーの議論では、気体がエネルギーを得ることも失うこともないという重要な条件が
箱が外の宇宙と適切に接続されている場合にのみ可能なのである。もちろん1909年当時の人々は、完璧な断熱材を信じるほど無邪気ではなかった。彼らが主張したのは、箱の壁を十分に優れた断熱材で作ることができ、箱を通る熱の浸透が小さく無視できるような断熱材で作ることができるということだった。ところが、ここがちょうど彼らの間違ったところだった。熱の浸透は小さくても、空手踊りの2つの可能性のバランスを崩すには十分なのである。今日理解されている状況は、箱の内部には熱力学第二法則を導くものは何もないということである。第二法則を決定するのは、箱と外の宇宙とのつながり方なのである。後知恵ではあるが、1909年当時でさえ、この問題の解決は認識されていたはずである。第二法則は時空の個々の点を指しているのではなく、時空の体積を指しているのだから、問題の体積が宇宙全体でなければならないことは、実に自明な推測に近い。数学者が言うように、第二法則はグローバルな法則でなければならない。この認識を利用することなく、一部の科学者は、エントロピーの問題を内部から決定する。閉じた箱の内部の物質系の挙動に適用できる新しい深い原理、つまりすべてのものに課す深い原理であると思われるものを探し始めました。十分に複雑な物質系。この議論は、5の世代の物理学者が自分の力で自分を引き上げると表現するようになった種類のものでした。事実の説明が必要であり、したがって原則が存在する必要があり、理論の不完全性がどれほど大きくても、長期的にはそれが正しいことが判明する必要があり、現状のブートストラップとほぼ同じです。今でもダーウィニズムに使われています。そこで、いつか本物の動物になるであろう科学的なユニコーンというコンセプトが生まれた。ユニコーンの厄介なところは、一頭飼うとすぐに群れになってしまうことだ。ユニコーンが熱力学の第二法則を決定できるのなら、アミノ酸を酵素にシャッフルできるユニコーンをもう一頭作ればいいじゃないか。人間の生化学者のような知的なユニコーンではなく、深い原理を持つユニコーンだ。物事の本質を支配する深い原理があるからだ。神の代わりに自然という言葉が使われたことを除けば、この考え方は、それにとって変わるとされた古い宗教的概念と本当は同じだったのだ。ダーウィニズムのユニコーンの後をすぐに追いかけます。これまでの章で見てきたように、ダーウィニズムには非常に多くの欠陥があります。なぜそれが科学の世界をこれほど完全に席巻し、なぜ今日でもこの風土病が蔓延しているのか不思議に思う人もいるでしょう。理由はいくつかあります。1835年にエドワード・ブライスによって提案された自然選択は、健全で確かなアイデアでした。極端な宗教的偏見に苦しんでいる人だけが、その正当性を受け入れられない可能性があります。しかし、ダーウィニズムに反対する訴訟を議論することを選択し、公の論争の全面的な中でそれを行うことを選択したのは、まさに苦しむ人々でした。自然選択問題における彼らの敗北は避けられず、彼らが無秩序に飛行しているのを見た大衆は、ダーウィンの物語全体の正当性を受け入れるのは常識の問題に過ぎないと思われた。ブライスとダーウィンの間には数十年前から存在していた論争の本当の問題がまだ解決されていないという一般認識はなかった。
ランダムな突然変異と自然選択が種の起源を説明するのに十分であるかどうか、そしてダーウィンは主張したがブライスは主張しなかった生命の起源を暗黙的に説明するのに十分であるかどうかという本当の問題を理解しようとした少数の人々にとっての困難は、19世紀には理論を定量化することは不可能だったことである。現代の微生物学が登場する前は、進化論者は単に地質学の長い時間スケールを指摘しただけで、主張されている効果を生み出すためには10の4万乗の長さの時間スケールが必要であることを証明する方法はなかったのである。しかし、間違いなく、ダーウィニズムにとって最も大きなことは、キリスト教が何世紀にもわたって人々の心を支配してきた専制政治をついに打破したことであった。今日実践されているキリスト教はかなり穏やかな社会哲学ですが、中世には最も恐ろしい方法で知的思想の全範囲に及んでいました。これは、一連の誤った概念を脳に押し付け、その後のすべての思考がそれらの誤った概念と一致するように、極度の懲罰の痛みをいて主張することによって行われました。同様ではあるがそれほど極端ではない状況が、今日のマルクス主義国家に蔓延しています。現在、反体制派は鉄のカーテンを越えて逃亡を試みることができる。中世には鉄のカーテンはありませんでした。当時は逃げる場所がなかったからです。19世紀末でに圧政は去ったが、そうでなければ、種の起源はコペルニクスの革命論と同様の評価を受けていただろう。しかし、キリスト教はつまみネジやその他の拷問器具を失ったにもかかわらず、依然として世間体を持っていた。キリスト教徒でない限り、紳士とはみなされず、数学を学ぶためにケンブリッジ大学に入学したい場合は、ペイリーの証拠の試験に合格し、強制礼拝堂に出席する必要がありました。ダーウィニズムによって打ち破られたのは、このあまり極端ではない立場でした。クリスチャンではないことが徐々に立派なことになり、真剣に考えている人たちに、それまで非常に不自由で精神的に苦痛だった誤った概念を捨て去る自信を与えました。ウィリアム・オブ・オッカム、1285年頃から1349年頃は、現在では科学的手法の提唱者と呼ばれることが多いが、そのほとんどは、彼が実際に書いたものを何も読んでいない科学者たちによるものだと思われる。オッカムは、知的な人間の頭脳が、キリスト教の概念に合わせる必要性によっていかに不条理に苛まれるかを示す良い例であった。1330年から1331年にかけて、オッカムは多くの説教を行ったが、その中で彼は、救われた者の魂は死後すぐに神の原子を享受するのではなく、最後の審判で肉体と再会した後に初めて神の原子を享受するのだと提唱した。言うまでもなく、これは科学的方法のデリケートな問題に取り組むのに適切な考え方ではありませんでした。オッカムのウィリアムに言及したのは、間違いなく彼のカミソリを使って本書の議論を議ろうと考える人がいるからである。オッカムのカミソリとは、ハンプティ・ダンプティ風に言えば、今となっては言いたいことをそのまま言っているように見えるだろう。私たちは、過去に私たちに対して使われた2つの例を挙げ、次に私たち自身の解釈を述べた後、3つのうちどれが正しいかについては、中世史家に判断を委ねることにする。科学界が満足するほど反証されていない理論がすでにあるのなら、新しい理論を提唱するな。これがオッカムの意味するところだとすれば、
科学に関する限り、彼の意見は無価値である。もしアインシュタインがそのような立場をとっていたら、彼は重力理論を発展させることはなかっただろう。なぜなら、ニュートンの理論は科学者一般から反証されたとは考えられていなかったからである。ニュートンの理論は何千もの事実と見事に一致していた。アインシュタインが理論を発表したかなり後まで、ほとんどの天文学者や物理学者にとって、この小さなディテールは重要ではなかった。二つの理論があり、一方が他方よりも単純な場合、単純な型が優先されます。一見すると、これはそれほど悪いことではないように思えるが、少し考えてみると、私たちが単純な可能性を好む傾向は、科学的というよりもむしろ心理的なものであることがわかる。そう考える方が面倒がない。経験上、理論が正しければ正しいほど、その理論は複雑に見えるものだ。量子電磁力学は、おそらく完全に正しいと思われる唯一の理論であり、量子電磁力学は非常に複雑である。だから、この捉えどころのない、カミソリの二つ目の解釈も無意味なのだ。私たち自身の解釈はこうだ。新たな事実が利用可能になったり、新たな考察がもたらされたりするにつれて、その理論を支持する仮説がますます必要とされるのであれば、その理論を疑ってかかるべきである、というものである。この解釈では、ダーウィニズムは不利な立場に立たされることになる、種の起源で発表されて以来120年間、ダーウィンの理論にはまさにこのようなことが起こってきたからである。その体質は、こう主張することだ。ダーウィニズムは正しい。したがって、その指示に不可欠な仮説もまた正しいに違いない、と主張することである。これは、オッカムのカミソリが禁じるところである。エドワード・ブライスに四半世紀ほど先立つ J.B. ラマルク、1744から1829の進化論について、少し述べておこう。ラマルクは、親が獲得した特徴は子孫に受け継がれる傾向があると主張した。体育館で一生を過ごせば、子供は運動神経が良くなり、知的研究に一生を費やせば、子供は天才に生まれやすいというわけだ。この考えを支持する印象的な統計を作ることは容易であろうし、統計によって語られる嘘に無邪気な時代には、人々がそれを真実だと信じるように騙されることも容易であろう。もちろん重要なのは、生まれつき体が弱い人は、体育館で一生を過ごすことを選ばないということだ。また、知能の低い人は、知的な勉強に人生を費やすことを望まない。多種多様な職業が存在する複雑な社会では、ほとんどの人が自分に最も適した仕事を選ぶ。事実上、社会環境そのものが選択のメカニズムとして働いているのである。それゆえ、子孫の能力が良心の活動と概して相関関係にあることも不思議ではない。ラマルクの考えにある統計的な罠を見抜くのはそれほど難しいことではなく、ダーウィニズムによって回避された罠である。それゆえ、種の起源の出版後、19世紀後半に皮肉な社会的展開が起こらなければ、ラマルクの名を耳にすることはほとんどなかっただろう。自然が真空を嫌うように、社会もまた流動的な知的状況を嫌うようだ。人々は、情熱を傾けて打ち込めるような単純で幅広い問題がある方が、生活に張りが出るようだ。キリスト教が課していた知的束縛が解かれると、暇を持て余した人々の間で、何か新しい形の知的束縛を探し求める動きが活発化した。
かなり多くの解決策が試みられた。ある者は文明の装飾を捨て、野原の動物たちと共に質素な生活に戻ろうとしたが、草を収穫する試みは、人間が消化器官に適切な種類のバクテリアを持っていないために失敗した。勝者は、ある社会ではマルクス主義であり、他の社会ではより青白い相対的な社会主義であることが証明された。初期のマルクス主義の理想主義は、その後の硬直した現実とは大きく異なっていた。ちょうど初期のキリスト教が、その後の中世世界の硬直した現実とは大きく異なっていたように、そもそも、すべての話は人間の尊厳と成就についてであった。そのような思想に染まった人々には、生物学の教えはゾッとするようなものに移ったに違いない。とはいえ、憎むべきライバルであるキリスト教を滅ぼしたのはダーウィニズムなのだから、ダーウィニズムを否定することはできない。このジレンマに抜け穴を見つけたのがラマルク主義だった。良心の真摯な努力が子孫の能力向上によって報われることは、社会主義的理想に見事に合致していた。ベートーベンが、結核の母親と叫びたりの父親の間に生まれるよりも、真面目で謙虚な音楽家として働いてきた良心、特に謙虚な部分のもとに生まれた方が、どれほど良かったことだろう。生物学の遺伝学が、不利な社会的状況から偉大な天才が生まれることを許すということは、実際、ベートーベン自身の後期四重奏曲のインスピレーションに匹敵する、素晴らしいインスピレーションなのである。もちろん、その考え方は、人生の努力が天国で報われるのではなく、自分の子供たちが報われることになったことを除いて、それにとって変わられたキリスト教と実際には同じでした。実際、新しい社会主義では、皮肉にも古い宗教では重要な唯一の概念であった神の概念が削除されたことを除いて、古いキリスト教と異なる点はほとんどありませんでした。抜け穴はダーウィンとラマルクを組み合わせることでした。自然選択は、ラマルクの意味で獲得された特性に基づいて機能する限り、問題ないと考えられていました。獲得された特性が遺伝する可能性があることを証明するために多くの試みが行われました。この目的のための実験は20世紀後半まで続けられました。問題は微妙な場合もあったが、主張されたラマルク主義の証明は常に虚偽であることが示されており、ソ連の指導者ですらラマルク主義の立場を維持しようとする者さえあえて試みないほどであるが、もし成功すればラマルク主義の立場に戻ることは間違いない。最終的には世界中の思想を支配することになります。ラマルク主義がそれ自身を証明できなかったことは、ラマルク主義の反証としてだけでなく、ダーウィニズムの証明としても受け止められてきた。もし、この二つが可能性を完全に排除していることが証明されれば、この逆転の論理は正当化されるだろう。もちろん、そのような相互排他性は示されていない。私たちはどちらか、あるいはどちらか、という状況に直面しているわけではないので、この逆転現象はラマルキズムの証明と同様に誤りなのである。とはいえ、ラマルク主義の没落が、アーウィニズムが正しいに違いないと生物学者に確信させる歴史的役割を果たしたことは確かである。なぜダーウィニズムが科学的思考をあれほど強力に支配することができたのかを理解するために、これまで述べてきたことに加えて、教育の継続性という大きな力を付け加えなければならない。すべての教師が疑問を持たずに受け入れてきた知的思考の基本的な教義を、その後の人生で疑うことは難しい。
私たちは、次のような発言をする生物学者に何度も出会ってきた。あなたの見解が事実と一致していることは認めますし、それらが通常の理論に欠けているある推進的な論理的性質さえ持っていることは認めますが、もし私があなたの意見に同意した場合に起こるであろう私の考え方の激変に直面する気にはなれません。一度人類全体が特定の概念に傾倒してしまうと、教育の継続性によってそのパターンを変えることは非常に難しくなる。その概念を信じるか、異端者の烙印を押されるかのどちらかである。北欧のプロテスタント改革は、長く苦しい戦いの末にカトリック教会の支配から脱却したが、キリスト教そのものから脱却したわけではない。王論争の争点は、ピンの頭に何人の天使が群がることができるかとか、オッカムのウィリアムの説教で提起された取るに足らない問題のような些細なものだった。個人の真の脱出は不可能だった。しかし、物議を醸す問題で人類が二分されているときは、逃げ出すのが比較的簡単です。なぜなら、もし考えを変えようと考えているなら、自分の問題について話し合える相手が常に反対側の陣営にいるからです。これが、物議を醸す状況が健全である理由であり、物議を醸さない社会が不健全である理由であり、ソビエト連邦の指導者たちが KGB と赤軍の支配地域全体で反対運動が抑圧されることを非常に懸念している理由である。これがマルクス主義が導いた現実である。過去の歴史と教育の継続が、ダーウィニズムが科学界に保持されている二つの理由であることは疑いありませんが、それらが唯一の理由であると主張するなら、私たちは生物学者の同僚に重大な不正義を与えることになるでしょう。ダーウィニズムという安全な煙幕の中に止まることが何を意味するのか、その選択肢を明確に理解していることも間違いない。まるで霧の中に積もった小さな雪の上に座っているかのようです。霧が晴れると、期待していたような友好的な広大ではなく、突然アイガー北壁にたどり着きました。知性を通して飲み酵素やその他の生化学物質を組み立てることができるというと、私たちは長く絶望的な登山が待っていることに気づきます。安全に登るには何世代もかかるかもしれません。しかし、最初の数歩はそれほど悪くない。アイガーの壁の最初の数歩がそれほど悪くないように。上記の議論の中で、たまたまコペルニクスのドレボリューショニバスについて触れた。この本でコペルニクスは、地球が宇宙の幾何学的中心であるという概念を初めて明確に放棄した。通常の生物学理論は、地球上の有機物スープと複雑な生化学物質が奇跡的に組み合わさって生命の起源に至るというものだが、これは本質的に地球を宇宙の生物学的中心とするコペルニクス以前の立場を維持しようとする試みである。コペルニクス以前の天動説を維持しようとする16世紀の情熱的な試みに似ている。もし、ハッブルによる宇宙の膨張の発見からデレボリューションズを隔てた3世紀の間に、人間の視野が大きく広がったとしても、誰も驚かないだろう。次のステップは、鳥と卵の問題に直面することである。もし生命がすでに存在していたとしたら、我々の銀河系、あるいは宇宙のどこかの知性が酵素を組み立てることを決定したことは想像に難くない。しかし、もし酵素が生命体そのものの機能の中にすでに存在していたとしたら、何の意味があるのだろうか。仮に、
酵素の組み立てが何らかの目的のためであることを示すことができたとしても、論理的な意味での前進はなく、仮説の生命体が機能するためには、そもそも酵素がどのようにして組み立てられるようになったのかを説明しなければならない。ここで私たちは、素朴なトリックを使おうとするかもしれない。酵素の組み立ては、私たち自身の問題ではなく、他の生命体の問題になるのだ。このように述べると、このトリックは馬鹿げているように見えるが、実際には、すべての宗教で行われているのと同じトリック、つまり、すべての問題を神に転嫁し、それ以上議論することを拒否するというトリックなのである。論理的に一貫性を持たせるためには、酵素を組み立てた知性自体が酵素を含んでいなかったと言わなければならない。これは、炭素質の生命は炭素質でない知性によって発明されたと主張することに等しいが、それは決して神である必要はない。ケイ素は炭素に似た原子であり、炭素の代わりにケイ素をベースにした生命体が存在するのではないかという憶測がしばしばなされてきた。しかし、ケイ素の糖、ケイ素核酸、ケイ素タンパク質など、同じような化学系を追おうとすると、その考えはすぐに頓挫してしまう。一般的には似ているが、ケイ素は科学的に炭素よりも汎用性が低いことを示すのは簡単だからだ。したがって、いずれにせよ、この二つを同様の科学の観点から考えた場合、ケイ素を含む生命体が炭素を含む生命体に先立って誕生したとは考えにくい。しかし、科学のことを忘れてエレクトロニクスのことを考えたらどうだろう。それなら、シリコンがカーボンに圧勝する。シリコンチップのことは今や誰もが耳にしたことがあるだろうが、カーボンチップの可能性については誰も考えない。では、私たちの祖先が極めて複雑なシリコンチップだったとしたらどうだろう。このアイデアについて、一つだけ正しいことがある。どんなに偉大な知性であっても、膨大な計算をせずに炭素質の生命を生み出すことは不可能だろう。ブリタニカ百科事典の一巻の範囲内で、すべての酵素の設計図や、その他多くの重要な生化学物質の設計図を特定することは可能だが、その特定の一巻を、10の4万乗の誤った使用のすべての巻から計算によって区別することは、人間の能力をはるかに超えた仕事であろう。必要な計算を行うための最良の方法は、シリコンチップを使うことだろう。行動すること、何かを得ること、活動することについては、炭素質の生命体がベストだが、迅速な計算、そしておそらく考えることについては、ケイ素質の生命体の方がはるかに優れているかもしれない。計算量を定量的に見積もることができれば、必要な計算能力を特定することができるため、このアイデアは原理的に検証可能である。しかし残念なことに、複雑な化学構造の数学的詳細については、シリコンチップであっても計算が可能かどうかを判断するのに十分な情報がまだ得られていない。可能性があると推測するしかない。この議論の重要なポイントは、知性と迅速な計算が幅広い可能性の分析に立ち向かえるのに対して、実際の化学物質を使った単なる無作為の思考では決してそれができないということである。このことは、人間の化学工業のレベルでも同じことが言える。もし化学物質を適当に組み合わせることだけに頼っていたら、すぐにカオスに陥ってしまうだろう。考えるシリコンチップから見れば、何の意味があるのだろうか。道具だ。私たちの一人が他の場所で提案したように、
中大規模な天文学的プロセスを制御するためのツールだ。私たち人類がシリコンチップそのものを生み出したという意味では、非常に強力なツールだ。つまり、次のような順序になる矢印は、につながるという意味。シリコンチップ、炭素質生命体、シリコンチップそうすることでシリコンチップ自体が拡散することに成功するだろう。私たちの現在の知識では、これだけのことが考えられる。しかし、もしこれが全てだとしたら、このアイデアには壮大さがなく、私たちが展開しようとしてきた物語に拍子抜けしてしまうに違いない。さらに話を進めるには、次のように書けばいい。疑問符、シリコンチップ、炭素質生命体、シリコンチップここで、は不特定の知性である。あるいは、を私たちの直接の祖先とみなすこともできる。炭素質生命体、シリコンチップ問題の定義は失われるが、私たちの尊厳は増す。ここで関心は、に集中するため、上記のシーケンスのどれを選択するかは多少無関係になる。驚くべきことに、我々は、の存在の証拠を持っている。生命は、酸素と炭素の宇宙存在量がほぼ等しいかどうかに依存している。どちらか一方が他方よりも著しく優勢であれば、生命は誕生しない。酸素の型が炭素よりも多く存在することが必要条件であり、それがまさに実際の状況なのである。これらの元素はいずれも、星の内部で起こる核反応によってヘリウムから生成される。その詳細はかなり解明されている。これまでのところ、避けられない形で存在量が正確に得られるどころか、適切な条件を得ることがいくつかの酸素原子核に依存していることが判明した。炭素原子核の 7.65 メブレベルも、酸素原子核の 7.12 メブレベルも、これらの特定のエネルギー値に非常に厳密に調整されなければならない。もし私たちが実験室の経験から、すべてがこうあるべきであることを知らなかったとしたら、無知な状態で物事が起こる確率を適切に設定しなければならない場合、その確率は約1000分の1と推定されるかもしれない。以前は、核の好ましい性質は、物理学の幸運な偶然であり、それなしには生命は存在し得ないと考えられていた。まるで、子供がラジオ受信機のチューニングノブをいじっているようなものであった。そして、自分で受信機のスイッチを入れたとき、チューニングが偶然にも自分が求めていた放送局にぴったり合ったのである。酸素と炭素のこのような性質が発見されてから四半世紀以上、天文学者の気質は、この状況が意図的なものであるかもしれないという考えから遠ざかってきた。もしそうでなかったら、生命は存在しなかっただろう。ここまではいい。次に、論理の逆転がやってくる。私たちがここにいるのだから。物理学の有利な規定が成り立つはずであり、従って問題は存在しない。この議論は、次のような問答の論理と比べると、実のところあまり優れていない。9、なぜ A は B より背が高いのですか？ AA は身長6フィート9インチであるのに対し、B は5フィート9インチしかないから。もし生命のランダムな無機的起源が維持されたのであれば、このような状況を作りすぎることはなかっただろう。すべては偶然の結果なのだから。しかし、ランダムに生命が誕生する確率は、ランダムという概念を不合理なものにしてしまうほど極小であることがわかれば、生命が依存している物理学の有利な性質は、あらゆる点で意図的なものであると考えるのが賢明である。
酸素と炭素の核の性質をコントロールするために必要な知性は非常に高いものだろう。物理学のいわゆる結合定数は経験的に科学に現れる数値である。つまり、論理的な議論からではなく、観察に基づいて決定される数値である。電荷の基本単位、電子の電荷もその一つである。物理学の一貫性に関する限り、電荷の単位は、我々が観察から割り当てる値以外の無限の値を持ち得る。炭素原子核と酸素原子核の好ましい性質を決定するのは、結合定数である。結合定数をコントロールすることで、知性は宇宙の様々な特徴を決定できるかもしれない。炭素原子の顕著な化学的挙動やシリコンチップの顕著な電子的特性は、このように制御できるかもしれない特性の他の重要な例である。シリコンチップよりもはるかに高度なインテリジェンスに移行していることは明らかだろう。酵素の特性を計算することは、人間のレベルから見れば驚くべき業績であることは間違いないが、物理学の結合定数を制御できる知性にとっては、むしろ簡単なことに思えるだろう。天文学的に言えば、生命の起源を制御することは、おそらく恒星規模のプロセスを制御することに等しく、結合定数を制御することは、おそらく銀河規模のプロセスを制御することに等しい。私たちは今、その同等性を示唆することができる、物理学の結合定数の制御常に等しい。次の配置換えは、常に等しい、神を追加することで終わりだ。しかし、このような安直な結論は困難を招く。それは、神と宇宙との関係がまだはっきりしないままになってしまうからである。その結果は依然として宇宙の一部でしかなく、言うなれば宇宙の中にあるのだから、神も宇宙の一部でしかない。確かに満足のいく結論ではない。私たちはまた、人間の心の感情的な困難さにも注意しなければならない。大抵の人は、人間より知的レベルが一つ高いだけで、神、人間という満足のいく関係が成り立つ状況に満足している。この関係は親子関係に似ており、感情的には喜ばしいが、論理的に擁護するのは難しい。犬から見れば、神、人間、犬という三層構造であり、落ちてくる卑しいスズメから見れば、かなりの多層構造である。昔の人は、このような生物学的な意味での思考はしていなかったが、社会が多層的な関係にあることは一目で分かった。王、臣下という関係ではなく、王、貴族、騎士、従者、用満、民衆という関係があった。二層構造に対する感情的な要求と、多層構造に対する論理的な要求との間の対立が、過去の宗教制度に大きな混乱をもたらした。ギリシャ人は自分たちの宗教をコントロールすることができなかった。システム、矢印は、より高次の存在からより低次の存在への進行を示す。影の存在、ゼウス、主神と女神霊、クロノス、補助的な神々と女神、王、民衆これは彼らに多くの問題を引き起こしたが、カトリック教徒の問題とは比較にならない。カトリック教徒は、おおよそ次のような順序を習得する必要がある。神、キリスト、大天使、天使、聖人、列腹者、教皇、枢機卿、司祭、人々。これらの特定の配列は明らかに容認できないが、配列の考え方は、単純すぎる二層の神、人間の概念よりも論理的にはるかに優れている。おかしなことを避けるためには、こう書かなければならない。
人間、宗教のジレンマは、その構成員の少なくとも一人、人間の左側に明確な意味を持たせなければ、この配列が意味をなさないということであり、しかしそうしようとする試みは、過去において常に不条理へと導いてきた。ほとんどの科学者の立場は、次の3つの視点のいずれか、あるいはどちらかに一致すると言えると思う。1、そのような順序は存在しない。2、正しい順序は、神、人間という単純化されたものである。3、そのような順序はあるが、私たちはそれについて何も知らないので、議論する意味がない。私たちの考えは、これらすべてが間違いである。私たちが考える正しい立場は、そのような順序があり、人間の左側にある疑問符の中に、生化学物質を設計し、炭素質生命の起源をもたらした知性という順序の用語がある、というものである。さらにその左側には、物理学の結合定数を制御する、さらに工事の知性が存在する。派手な服を着たり、成人の日に街頭でパレードをしたりするのには全く向かない、グレーな宗教の形に見えるかもしれないが、圧倒的に間違っているという絶対的な確信に直面するよりは、控えめに正しいという可能性に欠けている方がはるかにいい。左へのシークエンスはどこで止まるのか？そうではなく、どんどん疑問符で示されたレベルがどんどん上がっていく。しかし、関数の収束する数学の数列のように、理想化された極限があり、十分に左に行くことによって、項が理想化された極限からわずかでも異なるという性質がある。この理想化された極限こそが神であり、神こそが宇宙なのである。神常に等しい宇宙。これで論理体系は閉じ、本質的に不可解な疑問は一つを除いて残った。残る難問はなぜ何かが存在するのか？もちろん、もし何もなかったら、その疑問を投げかける人は誰もいない。という人間学的なトリックを使うこともできる。しかし、これは言い逃れであり、答えではない。また、物理学者が、宇宙は真空から出現した粒子体によって創造されたと主張しても、真空の物理的特性が必要であり、これは何かであるため、答えにはならないだろう。古い宗教が最も優れていたのは、人は神に似せて創造されたというような一般論にとどまっていた時だ。この特殊な考えをユダヤ教的な形にしたものだが、おそらくもっと古い時代からあったのだろう。上に示した順序は、各レベルの知性がその左側にあるすべてのレベルに含まれていなければ意味をなさない。したがって、私たち自身の知性の尺度が、私たちの左側にある工事の知性を、神の極端な理想化された限界まで、妥当な形で反映しなければならないことは、ほとんど必然的なことなのである。私たちの欠陥は、知性の制限にあるのであって、私たち自身の光の中で正しい推論ができないことにあるのではない。そうでなければ、私たちの状況は絶望的なものとなってしまう。酵素の性質の計算は、知性の制限の一例である。私たち自身は、この特別な問題に関わる膨大な細部に対処することはできないが、計算が行われることは容易に想像できるし、その一般的な進め方や、計算の基礎となる物理的原理を理解することもできる。現代の物理学の発展により、結合定数の問題がどのように解決されるかを理解できる日はそう遠くないかもしれない。したがって、私たちは、この列の左端に位置する知的生命体がやっていることを実際に模倣することはできないが、
彼らがどのような猿芝居をやっているのかを、詳細ではない方法で理解することはできるということになる。そしてこれこそが、正しく理解された科学なのである。高次の知性とのつながりを確立する方法は、宇宙船に乗って銀河系を駆け巡ったり、銀河系の他の惑星系から発せられる暗号化された電波を聞き取ったりすることだと考える人々がいる。私たちはこれまで、このうち2番目の考え方に共感することはあっても、1番目の考え方は非常に時間がかかり、粗雑で、何の利益も生まないとして否定してきた。そして今、2つ目の考え方も不必要に面倒だと思うようになった。もし私たちの考えが正しければ、この地球の地表にいる私たちの周りには、きっと、配列の中で私たちのすぐ左側にある知性の正体を知る手がかりが、おそらくは酵素の特性を計算した知性まで、数多くあるに違いない。例えば、ラジオ通信、前著、ライフクラウドで紹介のような大掛かりな技術を使うよりも、細胞の未発現 DNA に手がかりを放送する方が賢明だろう。そのような手がかりを探すには、もちろん、DNA がコピーミスで文字化けする前に入手する必要がある。人間は神に似せて創造されたという宗教的な教義を逆にして、人間の精神性の主な特徴をすべての工事の知性に帰するのであれば、工事の知性は顕著なユーモアのセンスを持っている可能性がある。手がかりは、子供の隠し物探し、ゲームの要領で配られたのかもしれない。高等知性体の役割に自分自身を当てはめてなりきってみれば、カリフォルニアセコイアのゲノムの中に手がかりを閉じ込めておくことは間違いなく私たちのユーモアのセンスに合うだろう。あるいは、基地よりも茶番をする傾向がある人は、昆虫の社会的行動に手がかりを閉じ込めることもできるだろう。どちらの可能性も、銀河系を旅するよりはずっと簡単だろう。多くの人の中には、工事の知性が常に私たちの周りにあるに違いないという強い感情的確信がある。この考えははるかに優れた考えであるが、やはり本質的には古い宗教的なアイデアであり、順序に沿った重要なつながりがあるということです。人間が思考に現れる、すべての思考というわけではないが、意識のプロセス全体が、おそらく宇宙的な深い意味を持っているとはいえ、決してすべての思考がそうだというわけではない。この一連のつながりは、人類の思想のすべての主要な傾向に大きな変化をもたらした突然の認識のひらめき、つまりダマスカスへ向かうパウロの改心というものに限定される可能性が高い。結論本書は、生物学と天文学の関係を、これまでの著作よりも広い視野で紹介した。ここでは、生命の起源とその継続的進化の両方を宇宙の影響に帰する。私たちの視点は反ダーウィン的であり、ある意味で特殊創造の概念への回帰であるが、それは旧来の特殊創造の概念ではない。もし、創造を外部から地球に到着することを意味すると定義するならば、私たちが考える創造の単位は遺伝子であり、私たちが種と呼ぶ遺伝子の機能する集合体ではない。どの遺伝子の集合体が生き残り、どの遺伝子の集合体が生き残らないかは、地球の環境によって決まる。生命の可能性は宇宙的なものであるが、その実現は地球的である。私たちは、友人や同僚から、このような問題に対する私たちの見解は、一般的に科学的な世界では反感を買うものであるとの示唆や警告を受けてきた。私たちは、
一般的にいかに事実に関心が払われておらず、いかに神話や偏見に関心が払われているかを知り、心を痛めてきた。ダーウィンの進化論が化石の記録によって証明されているという神話が述べられている文章を見つけるのは難しくない。しかし、技術的な質が高ければ高いほど、その主張は弱くなる。しかし、その不完全さ、第6章で論じる、は、どんなに優れた文章であっても、化石記録の不完全さのせいにされている。しかし、地質学の文献を根気よく調べれば、やがて真実が見えてくる。化石記録がダーウィンの観点から見て非常に不完全なのは、地質学者の不手際のせいではなく、理論が要求するゆっくりとした進化のつながりが起こらなかったからである。古生物学者は100年以上前からこの真実を認識していたが、この分野の専門家として認められているにもかかわらず、統一見解に大きな影響を与えることはできなかった。ポリペプチド、例えばヘモグロビンをコードする遺伝子が突然変異を起こす割合は、実験室で測定されたところ、1世代あたり10の-5乗以下であった。これは、対応するポリペプチド鎖の個々のアミノ酸が変化する割合が、1世代あたり10の-7乗以下であることを意味している。あるポリペプチド鎖の特定の位置に、特定の種類のアミノ酸が10個だけ必要であれば、最初は異なる配列であったものが突然変異によって必要な配列になることはありえない。ダーウィンの進化は、生きた細胞が生存のために依存している何千ものポリペプチドどころか、一つのポリペプチドさえも正しく理解することができないのである。このような状況は遺伝学者にはよく知られているが、誰もこの理論に決定的な警笛を鳴らす準備はできていないようだ。もしダーウィニズムが社会的に望ましくなく、国家の心の平安に不可欠でさえないと考えられていたら、もちろんそうでなかっただろう。もし私たち自身の理論にそのような誤りがあれば、それに対して多くの声が上がるだろう。私たちは、この本に書かれているような位置に一瞬にしてたどり着いたわけではない。私たちが当時たどっていた小さな道、静観空間にある有機物質が、やがて広がって大きな幹線道路になるとは、当初は考えてもみなかった。多くの事実が発見され、組み合わされることによって、ようやく全体像が明らかになったのである。しかし、その黎明期には、満足のいく瞬間であったかもしれないが、私たちを打ちのめすような困難にぶつかった。どんなに大きな環境を考えても、生命がランダムに始まったはずはない。猿の大群がタイプライターの上で手当たり次第に雷鳴を轟かせても、シェイクスピアの作品を生み出すことはできない。観測可能な宇宙全体が、必要な猿の大群、必要なタイプライター、そして間違った試みを処理するのに必要な紙くずかごを収容できるほど大きくないという現実的な理由からである。生きている物質についても同じことが言える。私たちのアイデアが発展するにつれ、怪物のような妖怪が手招きし続けた。有名な戯曲を生み出すにはシェイクスピアの頭脳が必要だったように、生きた細胞を生み出すには事前の情報が必要だった。しかし、どこから情報が、ある生命体から、と答えたくなるが、それは次のような話をするトミー・ゴールドの怒りを買うことになる。男性講師が地球と惑星の性質について話していた。その後、一人の老婦人が聴衆の中から講師のところにやってきて、講師が話した理論よりも優れた理論を持っていると主張した。
私たちは太陽の周りを回る玉の上に住んでいるのではない、巨大な亀の背中の近くの上に住んでいるのだ、と彼女は言った。この老婦人の機嫌を取りたいと思った講師は、その亀は何の上に立っているのですか？ 2 匹目の、さらに大きな亀の背中にいます、と自信に満ちた答えが返ってきた。しかし、2番目の亀を支えているのは何でしょうか？講師は少し憤慨した口調で続けた。ダメですよ。先生、と老婦人は答えました。ずっと亀ですよ。これは生命の難問を象徴している。生きている細胞が既存の細胞から生まれている限り、私たちは別の亀からのサポートを必要としている。問題は、亀はどこで止まるのか、ということだ。従来の答えは、亀の山は有機スープの海に浮かんでいるというものだが、トミー・ゴールドの話がそう思わせるように、科学的にはありえない答えである。自然発生説を否定したルイ・パスツールは、上に引用したケルビン教の言葉第3章のように、自分自身を小さな老婦人のそばに置いた。現在、そして太古の昔から、我々の世界以外にも多くの生命の世界が存在すると、我々は確信している。ドイツの科学者ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ、1821から1894も1874年にこの問題を指摘している。私たちの試みがすべて無生物から生物を生成させることに失敗したとしても、生命はこれまでに誕生したのか、物質自体と同じくらい古いものではないのか、という疑問を提起することは、完全に正しい科学的手順であるように私には思われる。そして種子はある惑星から別の惑星へと運ばれなかったのかどうか。この老婦人の視点は、最も厳格な形の定常宇宙論、つまり、始まりはなく、無限に過去に遡る切れ目のない連鎖だけが存在する宇宙論へと人を駆り立てる。定常宇宙論は、過去15年間の論者たちが信じていたよりもはるかに良い状態にあるが、我々はこのような厳密な解釈を採用することに躊躇する。確かに、ビッグバン宇宙論の100億年よりもはるかに長いスパンでは、宇宙はほぼ不変かもしれない。しかし、ケルビンやヘルムホルツが事実上想定していたように、不変の安定性が無限の過去にまで持ち越せるかどうかは疑問である。宇宙は進化しているが、それは100億年よりもはるかに長い時間スケールであると考えるので、最終的に何が老婦人の亀の山を支えたのかという問題が残る。本書の冒頭で、私たちは最も単純な生命システムでさえ膨大な情報を含んでいることを強調してきた。例えば、生命のない惑星の表面で発生する気象学的、科学的プロセスのように、しばしば自然と呼ばれるプロセスによってこの情報が生成されることはありえないと我々は考えている。適切な物理的、科学的環境だけでなく、最初に蓄積された膨大な情報も必要なのである。私たちは、必要な情報は手招きしている妖怪のような知性からもたらされたと主張してきた。確かに、図書館の本は情報を含んでいる。しかし、私たちは本を知性とは考えていない。知性を定義するには、さらなる資質が必要である。すなわち、本だけではできない、情報に基づいて行動する能力である。情報を提供するだけでなく、その情報に基づいて行動することも必要なのである。コンピューターは情報に基づいて動作することができる、と反論されるかもしれない。まさにその通りで、
第9章で幽霊の見えない顔がコンピュータのコンソールである可能性について述べたのはそのためである。しかし、そのような歩行者の身元確認で問題が終わるわけではない。なぜなら、それは生命の起源の問題をコンピュータの起源の問題に置き換えてしまうからである。私たちは単に亀の山と象の山を交換するだけである。ここでは繰り返さないが、第9章の最後の部分では、この天地と宇宙の究極の羅針盤である無限大の問題に取り組む試みが示された。